も皆さん、森のニーナです。今日の動画は2月のお気に入りを紹介していきます。今月のお気に入りはですね、みずみずしい仕上がりの洗顔料、長期的に続けたいインナーケア、バブみ感増すコスメ、おすすめしたい手作りおやつ、以上の計6点を今日は紹介していきます。それでは始まります。スタート。最初のアイテムはこちらです。ラドッシュポゼ UV イデア XL プロテクショントーンアップローズプラスです。そうなんですよ。皆さん知ってます？このローズのカラーがリニューアルされたんですよ。 SPF50 プラス PA5 プラス日焼け止め乳液兼化粧下地。何がパワーアップしたか、以前のものよりツヤが均一になった上、綺麗に反射するの、光が全体的に生ツヤ感がすごいような仕上がりになりました。もう大成功なリニューアルだと思います。テクスチャーは以前のものより若干色味はピンクみが減って白っぽくなってるんですよ。触り心地とかは以前のものとあんまり変わらず、すごくみずみずしい軽い仕上がりです。一気にね、手の甲にまで立体感が出てしまうようなツヤ感です。めっちゃ綺麗じゃない？匂い無香料です。ファンデーションみたいな色をつけた粉っていうのが混ざってないんですよ。にもかかわらずここまでしっかり透明感が出るんですよ。その発表会でおすすめの塗り方みたいなのがあって、まずはくすんでると全体がくすんで見えちゃうっていう、この中央。ステップ2として頬全体。ステップ3って頬をね、2度塗りしたりちょっと厚塗りするの。追いツヤ仕込みって感じ。はい、こんな感じです。すごいのは、ただただ光を集めてるから肌が白く見えるの。毛穴のカバーしてくれるんですよ。そのぼかしてくれる効果があります。木くすみ、赤みの色ムラも目立たなくなってるの分かります？しっとりしているんだけど表面はなぜかサラッとしてるの。これも進化したポイント。成分に移るとビタミン C 誘導体とビタミン E が入ってるので、抗酸化ケアで紫外線ダメージからお肌も守ってくれる LHA っていうのがあって、これが肌のキメを整えて滑らかな効果を与えます。さらに以前のものよりより深いところまで入ってくる UVA っていうのを防いでくれる防御力もアップしてる。肌の木くすみ、赤みが気になる方、日焼け止めなんだけど白浮きせず肌をきれいに見せてくれるアイテムをお探しの方、夕方になっても日焼け止めのせいでくすみたくない方にとってもおすすめです。続いての今月のお気に入りは、今から宣言するとベスコス入るかも。AGTK インスタでバズってて、もう見た瞬間欲しい、何そのツヤと思って即買いしちゃいました。私はこちらの JC01 番と JC04 番2色買いました。一番人気なのは04番。この04番からお見せしていきます。アポロみたいなモケモケしたアプリケーターです。カラーはこんな感じでコーラル系のヌーディーカラー。こっちの01番はなんとびっくりポスカじゃない色。でもアプリケーターは一緒です。化粧品とは思えない色合いなんですけど、これがめっちゃお肌に透明感を出してくれるんですよ。私の使い方で顔にレビューしちゃいますね。私はこの01番のコーラルなヌーディーカラーを顔の外側に塗っているんですけど、はい、こんな感じです。こめかみに向かって色を入れることによって内側からじゅんわり血行が良さそうな人に見えるような感じに塗る、プラス小顔に見せるような効果があるんですよ、この色合いによって。さらに01番で中央に塗ると透明感出るの。すごくない？この自然な感じ。このチークだけでね、マイナス4歳はいけると思う。あるとないじゃ全然違う。最近はね、ちょっとこれアイシャドウとして塗ってるんですよ。なんか色味も統一感出て、さらには乾燥も防げていて、むしろ潤うので時間が経ってきた時の乾燥による小じわっていうのができない。はい、仕上がりイメージこんな感じです。どうですかね？もうすごくない？このチークのバブみまだバブみとか言うのかな。赤ちゃん感を出せるような色味と質感を作れるなと思っていて、このチークで合わせたリップはアミューズのデューティントです。一昨日とかに買ったのでお気に入りなんですけど、3日前に買ったもの今月のお気に入りに入れるって結構詐欺じゃない？でも紹介したいからお見せしますね。コーラルなんだけどややオレンジ味も感じるような色合い。リキッドタイプなんだけど潤ってツヤが出るのにベタつかない。ナチュラルな血色感、自然なツヤ感。メイクしてるのがバレたくないけど血色が欲しいっていう方にもとってもおすすめなアイテムでした。続いてはサプリインナーケアアイテム。じゃじゃん。リポカプセルビタミン C プラス D。こちらはビタミン C と D を効率よく取れるリキッドタイプのサプリです。
田中みな実さんがこちらを紹介していて、98% の日本人はビタミン D が足りていないと。最近私が見まくってるお医者さんの YouTube チャンネルでもその先生が言ってたので、私たちってさ、日焼け止めめっちゃ塗ったりとか日差しを悪者にして避けたりとかするじゃない。だから多分数年前よりも足りてない時代だと思うので、まずそもそもビタミン D 不足になると免疫低下、骨の健康に影響がある。特に日光浴びる機会が少ない人は要注意らしいです。こちらはですね、液体タイプ、そのまま飲むタイプです。人によっては水に混ぜたり、それぞれ工夫しないと飲みづらいぐらいめちゃくちゃまずいで有名なんですけど、田中みな実さんが口の中で含ませる方が吸収率が上がるって言ってたんですね。私も田中みな実さんの真似をして飲んでます。どんな味かが気になりますよね。っていうの忘れちゃった。じゃあちょっとフェイクで。まずいっていうよりは塩そのまま大量に舐めたらこんな強烈なんだろうなっていう味です。これは私の意見です。成分でいうとビタミン C1000mg、 抗酸化とコラーゲンの生成をサポートしてくれる。そしてビタミン D3 っていうのが入ってて 2000IU、 骨の健康だったり免疫機能の調整に。コスパの面でいうと8960円で30個なんですね。で1日1回でいいので1日300円。毎月毎月って高いと思うけど、将来エステ通いまくったり高額な美容にかけるんだったらビタミン D1 日300円投資するだけでいいんだってね、ちょっと人によって捉え方はあると思うんですけど、悪くないと思います。私はこの人におすすめ。日光浴びる機会が少ない方、美容と健康両方しっかりケアしたい方、リポソーム技術とかで吸収率がより高いサプリを探してる方、普通のビタミン C、D じゃ物足りない方にとってもおすすめなサプリでした。はい、続いてのアイテムはこちらです。6年ぶりじゃない？動画で登場するのマウントハーゲンオーガニックフェアトレードカフェインレスインスタントコーヒー。こちらはですね、有機栽培のアラビカ豆 100% ブレンドで、カフェインレスって薬品とか使って体に悪くなるらしいんですよ。だけどこれは CO2 と水のみでカフェインを除去してるものなんですよ。風味もそのままで、最終的に 0.3 未満がカフェインとして残っているコーヒーです。こちらはですね、6年前私が YouTube 始めたばかりの頃、視聴者さんに今月のお気に入りとして紹介して、友達にも紹介して、周りからもう大好評で、最近久しぶりに買ったらやっぱりインスタントの中でデカフェはこれ以外選択肢ないなって思ったぐらい美味しいと確信しました。6年経ってね、新しい視聴者の方も増えたので改めて紹介します。粒はこんな感じで1センチ未満のココナがあります。インスタントとは思えない豊かな香りで、苦味と酸味のバランスがめちゃくちゃ絶妙。コクがありながらも軽やか、バランスがいい。もうとにかく飲み方は水ではちょっと溶けにくい印象があるので、私はお湯で飲んでます。カフェオレ好きな方にぜひ飲んでほしい。ブラックでも全然美味しい。手軽に美味しいコーヒーが飲みたいなら試してみる価値ありです。私は Amazon で買いました。年々これがもうどんどん高くなっていって、今年初め1100円でゲットしました。リンク貼っておきます。続いてのお気に入りはラコムジェルトゥウォータークレンザー。プルプルのジェルがなんか水みたいに変化するちょっとユニークな朝用のクレンザーです。これは YouTube で私がよく見てる小田切ヒロさんがこれのクレンジングを紹介してたんですよ。私多分間違えて朝用の洗顔料を買ってしまって使ってたんですけど、これがめちゃくちゃ良くて、落とすアイテムなんだけど水分が残っているような仕上がり。洗顔料とは思えない負担のなさ。スペックで言うと松江区は OK で、濡れた手では使えない。テクスチャーは見て、この感じ珍しくない？プルンとしたジェルで緩いんですよ。すごくね、触り心地もなんか水分を触っているような感じ。肌になじませるとスーッと水のように変化していくというか、スムーズに広がります。匂いちょっと柑橘系の爽やかな香り、滑らかに伸びるので摩擦はもうゼロ。洗浄力に関して実は私これ最初メイクも落とせると思ってクレンジングとして最初の頃使ってたんですけど、フィルム系のアイライナーはすぐ落ちないけど、普通に洗い流した後メイク全体的に落ちるんですよ。朝洗顔って書いてあるのでメイク落としとしては使わない方がいいと思います。私は軽いメイクの時ぐらいだったらこれ使っちゃってます。はい、洗い流した感じはこんな感じです。
どうですか？目視だけの情報で言うとキメが整ってるのとちょっとツヤ感が出てません？成分、これらは保湿成分だったり低刺激の界面活性剤っていうのが入ってるので、うまく油と水をなじませ汚れを浮かせるみたいな。汚れは落ちるんだけども極力突っ張り感を抑えてしっとり感を残すみたいな。でもう一つこれが注目の成分で、アクアリシア、幹細胞の水分の流れを促してくれる実感した効果として、日常のクレンジングの負担をすごい軽減できてるなって感じ。朝の洗顔でみずみずしい仕上がりを求めている方、乾燥肌、敏感肌、低刺激な洗顔をお探しの方、くすみが気になる方にとってもおすすめなクレンジングでした。続いてじゃん、手作りのヘルシーおやつです。これめっちゃ紹介するか迷ったんですけど、多分私世代の人さ、みんなそろそろ体型焦ってない？しかもさ、年々生理前の食欲の増え方の波があるというか、ストレスがね溜まりやすくなっちゃって、それをなんか食べ物にぶつけてしまう時期が今月来てしまったので、太っちゃったの。悪くない？だから美味しくて美容にも健康にも良いスイーツっていうのを作りました。じゃじゃん。これはねめっちゃ簡単でマジ1分でできる。冷やす時間抜いたら。これはねココナッツオイル 50g、 有機ココアパウダー 100% 50g、 蜂蜜が大さじ3杯、それを全て混ぜてこういう平たいやつとかに敷き詰めて2時間ぐらい冷やすだけ。クッキングペーパーを引かないと取れにくくなっちゃうので、そういう子だけ気をつけてくださいね。脳梗塞予防にくるみを最近取り入れていて、いろんな種類のナッツを入れてみました。やばくない？脳梗塞予防まで気を使うようになれましたよ。ちなみにね、きなこバージョンもあって、私はきなこの方が美味しいと思う。ダークチョコレートって感じ。ココナッツオイルが入ってるから認知症予防にもなるし、くるみで血管の健康も保てるし、有機ココアで痩せ体質を作れるから、美容にも健康にもめちゃくちゃいいスイーツなので、よかったらやってみてください。きなこはね、ホワイトチョコレート食べてるような感覚になる。私はミスカルっていう大豆と穀物を粉末にした、そのミスカルときなこをゴブゴブにして混ぜて、蜂蜜も入れてココナッツオイルで固めたものです。なのでなんか2層になってて、それがまた美味しいんですよ。マジ寝る前はダメですよ。今ちょっと寝る前なんですけど、私はこれは衝撃だった。ホワイトチョコ苦手な人は多分ダメ。はい、いかがだったでしょうか。今日は今月のお気に入り紹介でした。皆さんストレス耐性ってどうしてます？私はね、一人でいる時は変顔したり、なんかちょっと心が落ちてるなって時はみたいな脱力する、今再現度 100% なリアルな私のストレスとの戦い方みたいな。気をつけてくださいね、皆さんが真似するときは。一人でふざける、笑われるためにとかじゃなくて、なんかもうやだ、もうやだって言ってるとさ、笑けてくるの。怖い？大丈夫？ちょっとこれモザイクにしてほしいんだけどってやってるんだけど、それが最近の私のストレス解消法です。お金もかからないし、誰にも迷惑かけないし、ふっと抱えていたダークな感情がはって離れていくから、それがね本当におすすめはい、ちょっといつもの動画はね表情が硬かったり引きずってると思うんですけど、今月のお気に入りくらい力抜いて楽しく友達とおしゃべってる感覚でもいいよねと思って、ちょっと今日はね後半一番人に見られたくない自分を見せてみましたよかったら皆さんのストレス解消法教えてください。この動画がちょっとでも楽しかったな、参考になったな、ニーナさんへこんなのやってほしいなっていうリクエストとかありましたら、よかったらコメントで教えてください。チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると今後の動画投稿の励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。